阿部由良です。チームミッションをするときにその韓国語を教えながらだったり、普通の人とは違うような入り方でカスに来てからちょっと積んでからその練習になったんですけど、その時に「できますか?」とか言われたりするんですけど、僕だけしか知らないと思うんですけど、チェッチョコンゲです。はい。スミちゃんオラ。僕は2005年生まれの阿部由良です。長期のオーディションコースに参加してました。2022年の9月から始めたので、約1年半弱くらいですかね。はい。オーディション番組に出てから、またもっと成長した姿を見せたいと思い、もっと挑戦しようと思ってまた出ることにしました。公開オーディションは本当に何個か受けて、あとはハイビートの方でずっと非公開のオーディションを受けてました。この公開オーディションを受けるのが初めてなのでまだわからないんですけれども、はい、楽しみですね。はい、僕はダンスで受けることにしました。あ、そんなことないですよ。ありがとうございます。ボーカルですか？何がいいですか？お、タイトルソングということでね。스미차올라좀더가까워진거리 Right here we now 지금 들리니 It's time to tap. 감사합니다.そうですね、このダンスはもうこのハイビートに来てからもずっと練習してた愛着のあるその曲なんですけど、それをまたちょっとバージョンアップした感じでオーディションを受けたいなと思って練習をしていたので、長く見たら2年ぐらいですか、1年半とかはしてたんですけど、でも途中違う曲をやってたりしてたので、まあでも長く練習はしてたと思います。はい、僕はちょっと早めにその練習室に来たりして練習をしたりするのがルーティンだったんですけど、最近はオーディションは受けることがあんまりなかったので、なんだろう、とりあえず緊張せずに待つことですかね。僕はあまり緊張しすぎると硬くなっちゃうので、リラックスした状態でずっとストレッチしながら待ってると思います。はい、僕は中学1、2年生ぐらいの時にその中学校の友達から K-POP というものを教えてもらったんですけど、その時には、TWICE さんだったり NCT さんだったりとか SEVENTEEN とか BTS とかが流行ってて、で僕はその中でも NCT が好きで、 NCT127 のタッチっていうのを見て、ちょっと僕もこういう職業になってみたいなと思って考えたんですけど、でもいざなんて言うんでしょうかね、その行動には移せなかったですね。その時はなりたい気持ちもあったんですけど、結局行動を移したのは高校生になってからで、もう少し早い決断しておけばもう少し未来も変わってたのかなと思うんですけど、でもきっかけは友達に教えてもらった K-POP のアイドルを見てなりたいと思いましたね。そうですね、僕はダンスの方が得意なんですけど、よく周りの人に言われるのは、その振り付けを覚えるのがすごい早い方で、僕座って覚えるタイプなんですよ。自分が
踊る範囲を最初からその1番までみんな立ってカウントでとか止めながらやってると思うんですけど、僕は座って全部覚えてから練習するタイプですね。なのですごい不思議ですねって言われますそうですね、練習できる限りは練習室に行って練習しようとはしていて、昔はもう24時間のうちのもう15時間とかはもう練習してたんじゃないですか。もう家帰って寝るだけで起きてすぐ練習室行ってっていうのをずっと繰り返してた気がします。韓国ドラマとかも好きだったので、ドラマとか見たり、あとは教科書を買って勉強したことはなくて、韓国人のお友達を作ったりして習った記憶があります。はい、そうですね、僕はその前出てたオーディション番組を通してやっぱりそのいろんなファンの方が見てくれることとかだったり、あと舞台を見て家族が喜んでるのを見るとやっぱりこの夢をかけてよかったなっていうのもありますし、まだ自分が満足できる目標を達成できてないので、それを目指して今頑張ってる自分がいますね。はい、もともとそのさっき言ったように振り付け覚えるの早かったんですけど、やっぱり準備期間が1週間とか、その一番最初にみんなで踊るタイトルソングっていうのはもう24時間以内でもう覚えないといけないので、その振り付けを覚えるのは前よりももっと早くなった気もしますし、その集中力と吸収力がすごい伸びた気がします。はい、そうですね、チームミッションをするときにやっぱりまだ韓国語がそこまでその身についてない方もいらっしゃったので、その韓国語を教えながらだったり、あとは僕はダンスをすごい好きでダンスを教えるのも好きなので、そのダンスを教えながら韓国語も教えるっていうちょっと一石二鳥なことをしてたんですけどね、すごい楽しかった記憶があります。またやりたいですねそうですね、だいぶ昔というか、2年半前ぐらいの話になるんですけど、僕も初めて韓国に来るということで両親もすごい心配してた部分でもあったんですけど、宿舎も用意してくれて、その練習室もすごい広くて、全てなんか新しいなんか世界に入った気分でしたね。サポートもすごいしっかりしてくれてとても良かったです。そうですね、先生たちもすごい優しくて、あと日本語もちょっとできるので、日本語で聞いたりとかしてるその参加者の方もいたり、僕はある程度韓国語は分かっていたので韓国語でも聞いてたんですけど、なんか僕の韓国語も伸びて先生の日本語も伸びるっていうのもちょっと面白いエピソードかなっていうのもありますね。オーディションやった後にその先生からフィードバックをもらうんですけど、そのフィードバックもすごい正確にしてくれて、次のオーディションにもその活かせるようなフィードバックなので、そうですね、なので僕もフィードバックをその일본어가 안 나와요. 잠시만요. そのフィードバックをしてくれたおかげでオーディションのその合格歴もすごい上がったので、その自分に合ったもう正確なフィードバックをしてくれるのでとても嬉しいです。はい。いろいろあると思うんですけど、やっぱり僕はちょっとなんて言うんだろう、普通の人とは違うような入り方でカスに来てからちょっと積んでからその練習になったんですけど、やっぱり韓国語はその学んでてよかったなっていうのはありますね。やっぱり日本で合格して練習生になった方たちはもうすぐ練習生になって練習するので、多分韓国語も聞き取るのも結構大変だと思うんですけど、そういう面では韓国語できててよかったなっていうのもありますし、何回も言うんですけど振り付けを覚えるのも大変だと思うので、それもずっとカスで1週間で何回か授業していただいたんですけど、やっぱりそれもすごい短い間でどんぐらい吸収できるかっていうのもあるので、その吸収力も
あったので、そんなに困ったことはなかったかなって思いますね。でも周りの子たち、その一緒に来た子たちも結構韓国語なんて通ってた子もいた気がします。これはすごい多分僕だけしか知らないと思うんですけど、僕到着してタクシー乗って降りたんですけど、宿舎かどうか分からなくて1時間半ぐらいそこの場所をずっとうろちょろしてた覚えがありますね。韓国語も分からず、結局はこの目の前に宿舎があって、なんかずっとキャリアケース持って本でずっと歩き回ってました。結局は目の前にありましたね、宿舎が。ダンスに関しては僕はやっぱりちょっと長い間ダンスをやってきたので、自分に合った曲とか自分に合ったその振り付けを探すのには自信があるんですけど、歌の方はまだなんて言うんでしょうかね、自分に自信が歌にまだないので、歌の上手いその友達とかに聞きながらやってますね。はい。入った瞬間からもうオーディション始まってるので、表情を重要視しながらオーディションを受けてると思います。やっぱダンスを踊る時も表情ですし、その第一印象がやっぱり一番大事なので、その入った瞬間どう見られるかでもほぼ決まるかなって思ってて、魅力は自分しか出せないと思ってるので、自己紹介から終わるまでできるだけこの短い間で魅力を全部出せるように頑張ってます。そうですね、僕もまだカメラの前で話したりとか恥ずかしい部分も少しだけあるんですけど、ダンスやるときは別で、ダンスはもう楽しいのでカメラの前でもはっちゃけてやってるんですけど、そうですね、あとはちょっと左側の顔が好きなので、今ちょうどこっち側見てるからいいんですけど、そうですね、どっかで映るときとかはなるべく左側の顔を見せるようには努力してます。前にカメラがあったら左側にいるだったりとか、あとは例えば友達と写真撮るときとかもこっち側にいたりこうやって写真撮ったりとかはするんですけど、カメラ写りはもうこの職業でも一番大事かなというか、やっぱその一瞬で見たそのカメラ写りがもうはいなのでそうですね、カメラ写りはすごい重要だと思います。僕はダンスをやってたんですけど、オーディションでそのなんて言うんだろう、課題曲というかそれを踊って終わりかなってもう僕は思ってたんですね。オーディションでもう歌だけやってカムサハミダして出るみたいなだと思ったんですけど、その初めてその追加で見せてくださいって言われた時すごい困惑して、そこまで準備ができてなかったので、その時にそのなんて言うんだろう、リクエストされたんですけど、その時にフリースタイルできますかとか言われたりするんですけど、その時に急にフリースタイルかって思ったんですけど、やっぱりやるしかなかったのでやったんですけど、フリースタイルを準備しておくといいかなって思います。結構その会社に直接行ってオーディションする時も、その自分が準備してたもの以外にやってくださいって言われることが多いので、その中でも多いのがフリースタイルかなって思うので、フリースタイルを準備しておくのがいいかなって、それからこれをとか準備しておくのがいいと思います。はい。その前からヒップホップは習ってて、本格的にその K-POP アイドルのそのダンスを習ったのは韓国に来てからですかね。あとは日本では自分で NCT127 の皆さんの曲を覚えたりとかして踊ってはいたんですけど、やっぱり一人でやるのとこのカスのプログラムでやるのは全然違うので、やっぱり来てよかったなって思うのはありますね。はい。ピアノは小学2年生から中3の受験の前までぐらいまでやった記憶がありますね。はい。なのでこれ別に自慢ではないんですけど、中学校とかの音楽祭のピアノとか弾いたりはしていました。はい。チェッ
超根拠です。やっぱりリズム感だったり、例えば音符を見て音程を分かるので、そうですね。あとは何だろう、拍手っていうんですか、歌を歌う時とかのそれ、はい、役に立ってると思います。なので音楽やってるといいですよ。はい僕ピアノ習ってるって言いましたっけ最初。地下で練習してましたね。はい。で教えてって言われてました。その時一緒に通ってたスクールの友達の子たちとかにそうですね。もう団体が難しいんじゃないですかね。僕も経験はしたんですけど、やっぱ一人だと自分なりの踊り方を見つけて、その魅力をどれだけ伝えられるかだと思うんですけど、団体だと全員で合わせないといけない、外部務っていうんですかね、全員で合わせないといけないのがあるので、それも大変でしたね。僕は当時はやっぱりダンス得意だったので、先頭立って韓国語で教えてたんですけど、教えるのも自分のためになるというか、でもその分とても大変だった記憶があります。本当に大変でしたね。はい大変だな。努力をすれば叶えられるっていう職業って言えばそうなんですけど、やっぱ運とかもあるので、その時期にその会社が取ってる人材というか、それも僕たちはあんまりわからないので、そこですね。見えない未来を追いかけるのがすごい辛いなって思うんですけど、僕は楽しんでやってます今。はい。そうですね。僕結構自分で言うのもそうなんですけど、結構ポジティブな方なので、オーディションに受からなかった場合は次来た時には絶対受かってやろうって思いながら練習したり、はい、あんまり否定的に考えずにいました。否定的に考えるとすごい鬱になっちゃったりしちゃうので、僕はもう韓国生活を楽しみながら、オーディションも見ながら楽しい生活をしてたと思います。はい。目標、また新しい自分を見つけながら、挑戦心を忘れずに、もう自分がなりたい自分になれるまで時間を費やして自分を見つけていこうかなと思ってます。はい。僕も2年半前にアイドルになりたくて韓国に留学して、オーディションいっぱい受けてたんですけど、そうですね。やっぱり運もあるし、多分その時も僕インタビュー1回したんですけど、やっぱりなりたいと思ったら、やっぱ環境によっては韓国に来れる方もいますし、来れない方もいらっしゃると思うんですけど、行動に移すことがやっぱり一番大事かなと思って、そうですね。もう時間がある限り踊って歌って韓国語勉強してってやれば、もう韓国に行ってから練習生生活始めてもそんなに辛いことは、辛いことはたくさんあると思うんですけど、はい、大丈夫だと思うので、多分その時も言いましたね。迷うなって言いました迷わずにもう行動していただければ夢はかなと思います。はい、僕もすごい久しぶりのこういった公開オーディションというか、このハイビートプラネットに参加することも初めてなので、どういった雰囲気でオーディションをやるのかもまだすごい想像ついてないんですけど、今まで培ってきた実力だったりとか、オーディションもいっぱい受けてきたので、関係者の方たちに負けず、もう自分の魅力を最大限発揮していい結果が出ることを祈ってます。はい、頑張ります。